じゃあ私はさ、あさってからどうしよう。もう動画を地味に作っていくしかないから、水曜日は移動日だから何も動かない。木曜日、木、金、土ぐらいはね、ちょっとね、忙しいんだよね。この配信のこそ変わらない。なんかゾンビ映画ゾンビ映画の話しよっか。面白いから。あのね、ゾンビ映画いろいろあるんですよね。私多分ゾンビ映画全部見てる。日本のとアメリカのと、まあ、韓国、中国と見た。全部見てる。ゾンビ映画は多分。多分全部見てる。ごめん。全部って言ったら弊害があるな。やっぱり。一部見ていない、なんかコメディ系のゾンビ映画は見てないかもしれない。アメリカのコメディ系のゾンビは見てないかもしれない。普通のゾンビは見てる。多分。古いやつを見てる。アメリカの、元祖ゾンビも、元祖っていうか、ゾンビっていう名前が初めてついたゾンビ映画も見てる。うん、多分。なんだろう。あのストレスの解消ってすごいよね。あのね、そう、私ホラー映画と、そのアクションと、そういうのでストレスを解消するんですよ。私は映画、そう、地味にのびさん映画めちゃくちゃ詳しいからな。いや、もうめっちゃ地味にめちゃくちゃだから映画の YouTube したいなと思うぐらい、映画もうサブチャンネルの活用に悩んで映画チャンネルしたいなと時々思うんだけど、またそれはそれで表現が著作権侵害とかめんどくさそうだなと思って手を出してないんですけど、映画めっちゃ好きで面白くって、まあストレス解消なんですよね。うん。で、ゾンビ映画もなんかいろいろ見るから、結構タイトル出して何でも知ってる。何でも知ってるよ。うん。何でも言ってみみたいな。結構まあ、でもメジャーな映画ばっかりだから。結構メジャーな映画ばっかり。元祖ゾンビはもう、なんか昨日もだからね、私ね、思ったのよ。ゾンビ映画見ながら、昨日中国のゾンビ映画見たの。中国の。珍しいなと思って。中国語でゾンビをやってるのって初めて見たんですよ。中国語でゾンビの映画ですよ。ね。国の名前も今ふっと言っちゃいけないのかなって今ちょっとふっと思ったわ。なんか今ちょっと情報的に今度は国の名前も言っちゃいけないかなって今ふっとなんか別の私が今国の名前言わない方がいいよって今囁いたわ。なんかもう国にも敏感になって。その国の YouTube、その国のゾンビの映画を見たんです。面白かった。いや、面白さって興味深かったっていう感じ。興味深かった。うん、興味深かった。いろいろ。ちょっと国に今敏感。怖いもん、国。国が一番怖いやん。一番なんなら。一番国が怖いやん。サイト消されたらどうする？怖いやん。YouTube はまだ一本の動画かもしれないけど、サイトごと消されてたらどうする？明日起きたら。怖いやん。映像クオリティはね、いいけど、不思議だったのは、あるシーン、これはやっぱこの国ならではなんだなと思ったのは、なんだろうな。あのー他の国ならばだいぶ緩いところのシーンをやっぱり見えなくしてる。残酷なシーンを見えなくしてるっていうのはね、なんかね、これ、やっぱりこの国だからだと思うのね。もう日本なんかじゃもう最近麻痺してるような、ちょっと強烈なシーンをやっぱり見せてなかった。うん。話のストーリーは普通に強烈なんだけど、うん、例えばもうアメリカなんかへっちゃらになってる強烈なシーンを見せないのね。そのやられてる側を見せずにやってる側を見せるっていう感じ。なんかそれはやっぱりその国ならではで。トビオさん皆さんトビオさん寝る時間過ぎてますね。おやすみなさい。またね。うん。例えば、もう平気でさ、アクションシーンなんかさ、もうなんか例えばバイオハザードも見たんだけど、昨日見てるやんみたいな。昨日ね、バイオハザードをもう一回見返したりしてたんですよ。で、バイオハザードなんか見てると、もうすごい強烈なシーンがあるじゃない。やられる人間の強烈なシーンって出すじゃない。でも昨日のゾンビ映画は、その国はやられる側の強烈なシーンは見せないようにしてた、なんとなく。それが不思議だなと思って。なんかちょっと、そこは、って、うん。
なんかいいかも。そういうの、配慮はいいかもなと思った。うん。普通にゾンビのシーンはあるんだけどね。だけど、あの、人間が暴力を振るうシーンっていうのを、なんか、なんていうのかな、暴力を振るってる姿は見せても、振るわれて、なんか、ひどくなひどいシーンの方は映してないんだよね。うん、興味深い。やっぱりやっぱりまだ保守的な文化が残ってて、あの、私はその、主義としては民主主義がいいと思ってるけれども、それなりそれはマイナスもいっぱいあると思うけど、それなりにやっぱり気使ってんのかなって。うん。ペイさんこんばんは。もうこんな夜中なんですがね。ちょっと映画の話をね。うん。でもそのゾンビの映画見ながら、そのゾンビを一番初めに作ったアメリカの映画ね。ゾンビに噛まれたらゾンビになるっていうのがあるじゃない。あのルールを決めたのすごいよね。あのルールはどの映画でも継続してるじゃないですか。ゾンビに食べられたらゾンビになるって決めた人がすごいなと思って。ゾンビに食べられてなんでゾンビにならないといけないみたいなあるじゃない。でもゾンビに噛まれたらゾンビになるんですよ。それを初めに作ったゾンビ映画はすごいなと思って。映画の原点ってゾンビっていう映画があるの知ってる？なんかすごい古い映画なんだけど、えっと、もう本当にシーンとしては、あれがね、オマージュしてたよ。日本の最近のゾンビ映画で、あの人が出てるのあるじゃん。ね、あれがオマージュしてたよ。ゾンビ映画。ググるわ。タイトルが出てこないから。日本のゾンビ映画。ね、なんだっけ。日本のやつ。待って。ゾンビ映画。アイアムヒーロー。アイアムヒーローっていうのがだいぶオマージュしてた。一番初めのアイアムヒーローの映画の流れが、なんていうのかな。ゾンビ映画の一番原点のやつをオマージュしてて、最終舞台がショッピングモール、巨大なショッピングモールが最終舞台になるじゃないですか。あれがもうまさにその、ゾンビ映画の、初めのゾンビ映画がそうなんですよ。モールで最後なんていうかな、籠城して生き残っていく、生き残りはしなかったかもしれないけども、あれが全くね、それをなんか、オマージュして作ってたから、そう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 。あれを見たときに、私はゾンビ映画を見てるからあ、あのゾンビの原点だって、なんかちょっと喜んで見てたんですよ。うん。それがアイアムアヒーローね。うん。アイアムアヒーローは良かったよ。アイアムアヒーローは良かった。カメラを止めるなはゾンビ映画じゃないもんね。カメラを止めるな、カメラを止めるなはゾンビ映画じゃなくって、あの、別のストーリーの面白さでゾンビ映画ではないもんね、あれはね。あれはうまかったね、カメラを止めるなはね。あれの、意外性とか、あれはもう本当にびっくりした。ゾンビ映画と思って見てしまったら。あれはあれでよかったです。そう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 。うん。ゾンビ映画を見る。でね、それがストレス解消になると。で、前も言ったかもしれないけれども、平和に暮らしているから、平和っていうのは、なんだろう、あの、仕事のストレスとか、そういう人間関係の些細ななんていうのかな、ストレスとかじゃなくって、肉体的になんていうのかな、平和に暮らしてるじゃないですか、私たちは。怪獣に襲われるとか、猛獣に襲われることなく、外を普通に歩ける平和な暮らしをしてるでしょ。ね。で、ライオンに食べられる危険もなく、外を歩けるから、昔に持っていたストレスに対するホルモンが溜まっていくっていう話を聞いて前も同じ話だと思うけど、平和すぎて溜まっていくホルモンを抱え込むと、時々こう発散するとスッキリするっていうのを信じててで、私もなんかこう、時々、時々何ヶ月かに一回、
もうゾンビ映画とかホラーとかを見て発散させてるんですよね。そう、面白いですよ。イーグさん、初めて見たとき、怖かった？うん。すっきりした。すっきりしたって変か。なんだろうな。でも私、そういう人いるみたいよ。なんかね、前も言ったかな。レディー・ガガがそうだって言うからね。レディー・ガガもストレスの解消にホラー映画見るって言ってくれたから、ああ、よかったって、そういう人いるわ、みたいな。そういう人いるわ、みたいな。すっきりするよ。すっきりしたよ。すっきりするよ。うちの家族は絶対見れないって言うけどね。うん。昨日私がさ、なんだかんだってこの部屋でさ、片付けしながらゾンビ映画つけてて、でうちの母が入ってきて、何の映画見てるのとか言って、ゾンビ映画って言って慌てて逃げて部屋出て行きましたね。いや、無理無理無理って出て行ったね、部屋をね。ゆっくりしていけばいいのにと思った。ゆっくりしていけばいいのに、ゾンビ映画あるって無理無理って出てったよ。うん、それが普通。ミンティアさん、こんばんは。クジラッチ、僕も無理。ミンティアさん、ホラー大好き。わらわら。いいよね、ホラー映画。うん。インシディアス。あれ怖かったね。インシディアスかな。あれも面白い。マクです。可愛くて草。マクさん、ドキッとさせる映画のシーン。あれって地味に脳にストレスかかってる。あ、ドキっていうのはあんま良くないけどね。本当に怖いのはね、いいよね。音とかでね、脅かすの、あれはあんまり、あれは邪道だわ。ね。なんかバーンと音を立てる。あれは邪道だから、なんていうのかな、ストーリーを組み立てていく、なんていうの、そういう労力を省く、なんか、怠け者の映画だよね。音立てりゃいいってもんじゃないもんね。うん、そうじゃない。ホラー映画はそうじゃない。ね。サイコとかね、ああいう映画があったじゃないですか。ヒッチコックの。うん。ヒッチコックの映画とか好きだったんですよ。初めは。ヒッチコックのサイコとかね。とか、シャイニングとかね。あのあたりですね、ホラー。ゾンビ映画だと余計見たくなる。Me too. ミンティアさん。Me too. うん。見るね、ゾンビ映画。一応見るね。うーん。そう。私ね、アイアムアヒーロー出た時、やったーと思ったんですよ。やったーって日本のゾンビ映画いけるやんって思ったのね。本当に、やったーって日本のゾンビ映画初めて勝ったと思ったんだけど、その後、別の国に抜かされて、先ほど言ったやつじゃなくて、また別のやつなんだけど、別の国に超すごい面白いゾンビ映画あったんですよ。また国名言うのはちょっとやめとくんだけど、それ見て、あ、負けたと思ったもんね。あ、負けたって、なんか、なんだろう、自分が作ったわけでもないのに、そういう所属している国の気分で見てしまうのは何だろう。でも、なんか確実に、あ、勝ってたのに負けたってなんか思っちゃったんだよね。うん。で、まあまあ、でも、もう負けたけど、まあ、しょうがないなぐらい面白かった、そのゾンビ映画は。うん、面白かった。2回ぐらい見れるなと思った。悔しいから2回目見なかったけど。2回見れるなと思った。悔しかったから1回しか見なかったけど。悔しかったけど、見なかったんで、まあまあまあ、他の国はいかがなものかと思ってみたら、まあ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 、昨日見たやつは、まあ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 、勝ってると思ったのね。アイアムはヒーローがいいと思ったのね。エクソシスト見たことありますか？ありますよ。エクソシストと、あのあたりも見たな。エクソシスト見たことある。エクソシストともう一つ似たようなのがあったよね。エクソシストは悪魔払いでしょ？そうそう、ミンティアさん。それ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 。あ、面白かったよね。ミンティアさん。負けたと思っちゃった。ミンティアさん、それそれ。それ見ましたよ。負けたと思った。またさ、主役の人がまた、イケメンで主役の人がまた、なんとも言えない、なんていうのかな。演技が上手くて。で、また主役の人の、なんか、最後が切なくて、見せるんだよね、その映画。見せるんですよ、その映画。いや、そのストーリーに負けたと思ったの。いや、これはちょっと、2倍も3倍も超えてきたみたいな、なんか
悔しかったよね。あれ良かったよね、ミンティアさん。あの、ゾンビの面白さプラスゾンビと戦う面白さプラスアルファ、人間関係とか、なんかそこら辺の全てがもうなんか詰まってて、最高に面白かったと思う。今、ゾンビ映画の中で一番いいかも。うん、負けたと思うよ、でも。なんだろう、この負けたと思う感じ。あれは、枕さん、それは今日見ても、多分寝不足でも価値があるぐらい、もう一回見ようかなと思うと思う。そう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 、これかなって、ネットフリックス。これかな。最後感動したよね。ピエンだよね。最後がまた、感動。最後が2回ぐらい感動させるよね。最後主役で感動させた後、もう1回感動させるよね。あれがもう、なんかね、映画ってね、映画って、いいところで最後終わった後、なんかもう一声欲しいところちゃんと抑えてきてるよね。ちゃんとアンコールがあるんだよ。その映画にアンコールがあるんだよね。そう、そのお父さんのところよ。そこで、普通もうラストじゃん。とってもいい最高の100%、もう200%来た。はい、終わりました。の後、泣いた、その後に、そうそう。その泣いた後にアンコールが来るよね。地味な感動が。普通のなんか、名もなき人たちのやりとりっていう、なんかそこで待ってっていう、そこでもうちょっと我慢してっていう、その最後の判断力のナイス判断っていう感動があるよね。アンコール感動。もう私なんでこの映画こんな熱く語ってんだろう、もう本当に。うまいんだよね。もう負けた感が半端ないの。バッドエンドじゃない。バッドエンドじゃないんだけど感動するんだけどね。そう、本当に感動する。いいよね。あれ見たいよね、なんかね。うん、もう認めるよね。認めるよね。うん。さすがだ。さすがだと認める。うん。ネットフリックスで話題の、あれもう見てないんですよ、私も。負けれるかなと思って。いい熱感じました。見たくなりました。なんで熱くゾンビ映画で語ってるんだろう。ゾンビ映画でこんなに感動を語る私も自分が不思議。いや、感動するんですよ、そのゾンビ映画だけは。それは多分ね、今までになかったわ。多分、ないな。ワールド Z かなんかあるじゃん、アメリカの。あんなんじゃないよ。あんなんじゃない。あの人がやったやつ、ゾンビ映画の。あれが、なんていうのワールド Z っていうのがあるじゃん。あれ誰だっけ、主役。ブラッド・ピット。ブラッド・ピットのワールド Z みんな知ってるじゃん。ゲームにもなってるやん。ワールド Z って。ゾンビゲームになってるでしょ確か。そのゾンビ、ワールドウォー Z がびっくりしたのはゾンビ走るんだっていうやつね。ワールドウォー Z からゾンビが走り出したんですよ。ドワーって津波のように。ワールドウォー Z で津波のように走る、固まってこう、せり上がるゾンビが、そう、すごい衝撃的だったでしょワールドウォー Z。で、ブラッド・ピットが結構頑張って、あの、ワクチンをなんか手に入れてみたいな。うん。で、まあ、そういうのがあって、まあ、その流れがあって、で、アイアムアヒーローがびっくりしたのは、日本でそれできるんだっていう。日本でそれやるみたいな。日本でそのエキストラいっぱい集めて、できたんだ。日本でこれできたんだっていう、なんか、こう、ぶったまげたみたいな感じ。ちょっとお下品な言葉で申し訳ない。ちょっと熱くなっちゃって、ぶったまげたみたいに言っちゃってごめんなさい。不適切かもしれないけれども。そう、ゾンビが走って、日本でも走るっていうのがびっくりしたのよ。びっくりしたのよ。で、やったーと思って、うん、思ったんだけど、その国のそれですよ。それはもうまたそれを超えてきてね、ストーリーがもうすごかった。うん。面白いよ。枕さん、それ見明日、ゆっくりできる人は今からネットフリックスでそれ見絶対もう100%、100%損はさせません。
ティッシュボックス横に置いとき。最後泣くから。最後泣くから。最後泣くから、ティッシュボックス置いとき。うん、でもなんかいろんなお国柄が出て面白い。うん。でもやっぱり、昨日見たやつは、なんだろう、やっぱり、なんだろうな、一生懸命制作頑張ってるけれども、やっぱりどこかこう、まだ言論の自由が難しいのかなって、うん、垣間見るところはありましたね、いろいろ。でもなんか、でも、よく言うじゃん。なんか世界一周する人が言うのは、どこへ行っても人間は同じだっていうのは本当に、いろんな国の見るとわかる。みんな人間って同じなんだって。だってさ、国ごとの文化とか、こっちから見える国の様子から、なんか、ちょっと先入観ってあるじゃないだけど、映画を見ると、いや、その脚本を書いた人の身になると、あ、こんなことを考えてるんだなと思うと、どこ行っても人間って同じで、結構個って一人一人個人の子ね、個人の人たちは、みんな、根が優しいって言い方変かな。優しいんだなとか、普通に道徳感は普通っていうか、こっちはほら偏見持っちゃったりするから、勝手にこういろんなイメージ持つかもしれないけど、ちゃんと道徳感っていうのはこういうのがあるんだなとか、映画見るとわかるよね。うん。白石さんおやすみってなんかみんな言ってる。どれどれ皆さんお疲れ様です。先に私を打ちます。白石さんおやすみ。おやすみなさい。えーっと、マークラさん、マイリス入れました。何マイリスマイリス入れました。あ、マイリストマイリス入れました。マイリストね。マイリスト入れました。イーグルさん、シャさんお疲れ様でした。ネットフリックスの、なんだっけ、センス8から見た枕さん。センス8とかいうのなかった？なんか、8人の人のこの精神が、同時に感じられるっていう。あれも面白かった。もう一つ、あれも面白かった。チェスの話。チェスのやつ。あれめっちゃ面白かった。チェスのやつ。なんだっけ、出てこない。女の人のチェスの話。あれがもう最高に良かった。チェスの話は良かった。今、ネットフリックスでやってる。チェスのやつ。タイトル出てこない。で、みんなが挨拶してって、くちたち寝てないの。寝落ちじゃない、お布団の中で見てますって、イーグルさんが、はいって、ミンティアさんお疲れ様でしたって、白石さん、枕さんおやすみって、確かに、くじらち、巨人だけ見てきます。巨人だけ、白石さん、ミンティアさんお先にって、ミンティアさんが、はいって書いてくれて、みんなおやすみって言ってて、巨人も面白い。で、チェス、チェスはね、調べよう。ネットフリックスのチェスのやつ。ああ、どうだろうな。うーん、クイーンズギャンビ、クイーンズギャンビットってやつ。クイーンズギャンビット。これ、これ一番、今年一番良かったのは、今年ってまだ3月ですが、一番良かったのはこれ。クイーンズギャンビット。これはもう最高にいい。これはゾンビでもないし、普通のなんていうの、チェスを勝ち進める女の人の話なんだけど、これ最高に良かった。これはもう、私の、まあ、いろいろ見た中で、やっぱり最高かな。まあ、1番、2番かな。うん。これ良かった。うん。そう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 。アニャティラ。アナティリャ。アナティリャ。アナティリャ。海外ドラマシリーズ。それめっちゃ面白かった。めっちゃ。イーグルさん、私も先に失礼します。のみさみさん、明日仕事だよね、イーグルさん。サンキュー、長く。ありがとうございます、いつも。すいません。ありがとうございます。おやすみなさい。もう寝ますよ、寝ますよ。ちょっとなんか映画の話しちゃって。ゾンビとか、なんかついつい好きなもんで。ざっくりと。なんか喋ってるうちに、なんか長々なってしまって。これは良かった。これ最後気持ちいいから見ても大丈夫。枕さん、これはね、最後めっちゃ気持ちいい。
途中いろいろ大変なんだけど、最後はもうスタンディングオベーションしました、私一人で。もう立ち上がって、もう拍手ですよ。ブラボーって感じでした。もう最後めっちゃ良かったから、これは。もう、前に進入させてもらいました。また。寝ましょう、寝ましょう。寝ましょう、寝ましょう。もうほんとごめん。こんな話で。うん、これは良かった。これは良かった。これは私、ゾンビ映画を勧めるのはなんだこれって言われそうかもしれないけど、これはおすすめするわ。うん、誰にでも、ゾンビなんか見たくない人にもおすすめする。ただ5回ぐらいあって、長いんです。長編なんですよ。うん。いやもうほんと一人スタンディングオベーション。パン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 、もうブラボーって言ったもん。もうほんとに。5回ぐらいあるから、5時間、6時間これはね、なんだろうな。これはね、あの、人生がね、豊かになる。違うな。人生豊かになるっていうよりも、うん、勝負に出る人はこれ、枕さんいいんじゃない？勝負する人はこれ見るべきだね。勝負する人はこれ見るべきだ。勝負していく人の気持ちがめっちゃ入ってる。これね、結構重ねるとこあると思うよ。何かの世界で勝負していく人の気持ちが。なんかそれは、これはチェスの話だけど、勝負していく時の人間の心のなんていうのかな。こなんていうのかな。例えば具体的なんだろうな。このチェスをする人がいろんな人と対戦していく上で、初めは自分が挑戦者だったのが、今度は挑戦される側に変わっていくんですよ。ね。初めは自分が生意気な挑戦者だった。生意気だったんですよ。もうちっちゃい時から上手いから、チェスが。生意気な挑戦者っていう立場から、ある時を経て、自分も年取って、年を取るというあれでもないよ。若いんだけどね。チェスの世界だから。若いんだけど、若手が出てくるじゃないですか。もっと若いのが、頭のいいやつが。その、追いかけてた人が追いかけられる立場になった時のストレスとか、それにどう立ち向かっていくのかとか、あと周りを支えてる人たちのこととか、それに対する自分の気持ちとか、その支え方もいろいろあって、もうすごいんですよ。いろんなことが詰まってる。で、勝つか負けるかっていう時の、あとは、敵だった人が仲間になったり、仲間だと思ってた人が敵ではないけども、いざとなると、なんか、うまく意思の疎通が、いかなくって、頼れる人がいなくなったりとか、その時に最後に助けてくれたのがこういう人だったとか、その人も実は過去に、やっぱり人間関係だから嫉妬を抱いてこういうことをしていたとかね。なんかそういう人間の、負もあるんだけど、味方にもなってくれる。なんかマイナスもあるんだけど、プラスもあるみたいなものがもう凝縮されてるんですよ。人生のそういうのってあるじゃん。なんか戦っていかないといけないみたいなところが。だけど仲間がいて、私はあんまり仲間ってあんまり、過去にはそんなに仲間となんかっていう共感はないんだけど、多分、おそらく何かスポーツとか何かやってる人たちっていうのは、そういう仲間がいるはずなのね。同じこの環境でやってるわけだから。敵であったり仲間であったりっていう、その関係性でいろいろあるんですよ。それがもううまく織り交ぜられて、なんか分かる分かる分かるの連続なんですよね。分かる分かる分かる、それ分かる分かるって。で、そうなったらそうなるだろうっていうのも予測可能なところにポンと来てみたり、逆に予測不可能なところでポンとなんかオチがあったり、いろいろある。で、最後は、なんていうの、悪いバッドエンドじゃないから、もう、すごく見て爽快。気持ちいい。うん。こっち、ゾンビよりもこっち見て。ホラー映画見ないとホラーじゃなくてこっちこっち、今進めているね、チェスの世界の話なんだけど、こっち見てもらった方が絶対いいわ。同じ時間を潰すんだったら。人間の時間はもうね、有限だからね。こっち見て。こっちは絶対損はさせないわ。うん。これはいいよ。これは絶対に、見るべき。で、なんていうのかな。ぐーっとダメな時ってあるじゃん、人間って。で、ダメな時にどれぐらいダメで耐えているかっていうのも共感できるし、必ずでもそこは
闇があれば光が差すっていうのもあるから、それもちゃんと話の中に入ってるのね。で、この主人公が、強いから見てて安心だし、うん、なんかそういう点もすごく、おセンチにならないから、いい感じ。うん、いいよ。チェスの映画ね。以上。以上。もう喋りすぎ。なんか止まらないかもしれない。映画の話すると。なんかこう、思い出したら、いろいろこう見たら、いろいろ、うん、面白いのを思い出すとね。なんかそれね、サブチャンでやってもいいよね。そう、クイーンズ・ギャンビット。そう、クイーンズ・ギャンビット。これなんかチェスのね、なんかなんていうのかな、定石みたいなやつの話だったかもしれない。このタイトルが。うん。忘れたけど、映画熱強すぎ。そう、なんかね、でも個人的な感想になっちゃうからさ、まあまあ、受けるかどうかわかんないし、まあ、しないんですけどね。そういうのはね、YouTube しないんですけどね。いや、今そこまで時間ないしさ。うん、またね。うん。クジラッチ、妹がホラー好きだからマジ嫌い。そうなの。だからこのね、ネットフリックスで今やってるこの、クイーンズ・ギャンビットは見た方がいいかなーって感じ。まあ見てほしいのは20代の人だよね。20代の人。20代で結構、うん、20代、うん、そうだね。20代でもわかると思う。十分わかると思う。20代でわかると思う。うん。何かにこう、挑戦してきた人に響くよね。なんか挫折を一つでも経験してないと感じられない。なんか挫折を知ってる人に見てほしいよね。挫折とか人との競争をしてきた人には見てほしいよね。もろ刺さると思う。うん。なんか一番こう、ななんていうのかな、勝ったり負けたりを繰り返して、一番きついはずなのね、20代。まあ、周りがさ、いろんな仕事に就き始めるし、嫉妬も出るしさ、みんな勝負の中で生きてるじゃん。その頃って特にね。ある程度の年齢がいくと、また別の世界が待ってて、周りを見るより家庭を見るような世代に変わっていくと思うし、まあ、いろいろ変わっていくと思うんだけど、まさにこの主人公の世代、20代、まあ、もうこの主人公は若いよ。若い時から勝負してるけれども、まあ、見る人で言うと20代ぐらいの何かに勝負をしていて、何かにこう、やっぱり、まあ、友人関係でもいろいろライバル心が芽生えたりとか、でもそれは敵ではなく味方だったりもして、切磋琢磨する面もあるし、いいもんだなぁ、みたいな。うん。映画チャンネル作ってください。うん、いいですよ。もろ刺さると思うわ。うん。いや、もう、今からもう配信終わりますから、もうすぐネットフリックスつけて、見てください。いや、またこれ、いや、ほんとね、この主人公が強いから、それだから安心して最後まで見て。生い立ちが生い立ちなんで、あの、見る時に、あ、どうしようかなって一瞬思うかもしれないけど、大丈夫。強いから。強い人を見て。強い人を見れば強くなれるから。そして最後はハッピーエンドだから。もうね、絶対勝つのよ。絶対勝つのよっていうか、ハッピーエンドっていうか、そのハッピーエンドを作っていく過程がまた、あの、なんて言うんだろう。いいよ。いいよ。うん、いい。すごくいい。うん。で、人間のなんていうのかな。あの、汚くはないけれども、誰でも持つような嫉妬もちゃんと映してるからいいなと思う。一番好きなシーンが、この女の人が、追いかけてた立場から追われる象徴が、これはまあネタバレだけど、ネタバレだけど、まあまあ、ここは見てほしいから、ちらっとネタバレしない程度に言うけど、ある大会で自分よりもはるか若いことをやるんですよ。その時の表情を見てほしい。うん、もうそれ以上言うとなんかネタバレになるから、その若い子とやる時の表情でなんかやってしまうことを見てほしい。人間ってそんなもんだよっていうのがわかるから。そりゃあそう
って、そのみんな神様じゃないからね、みたいな、なんかそういうのが、それが正直。だからね、私が思うのは、昨日見た映画とこの映画との違いは、やっぱり西洋の人たちっていうのは、民主主義で鍛えられてた人たちのこの表現の自由度の違い。いやもうそれ正直よ、ほんとそうよ、それ表現したいよね、みたいな。なんかそれよ。それよって。昨日のは、なんかこう、オブラートに包むようなところがあったりするから、なんか見てる方も、なんかこう抜けきれないのね、なんかね。だけど、そっちの方は、チェスの方は、その人間の隠しきれない。あ、でもみんな持ってるから共感するの、その気持ちには。みんな神様じゃないからみたいな。その気持ちわかるっていう、そういう感じになっちゃう気持ちは誰しもわかる。行動に移すかどうかは別だけど、その気持ちになるのわかるっていうところを描いてるのね。もう嘘がない。嘘がない。嘘がないの。うん。フィクションであろうけれども、何かモデルはあるみたいよ。何かモデルあるみたいでフィクションなんだろうけど、嘘がない。人間に嘘がないから入っていける。うん。そのストーリーの人間に嘘がないから入っていける。見てください。もう枕さんと私とクジラッチしか見てない、これ。この、この動画、この配信。この一人に電話してるこれ。枕さんと電話してるこれ。枕さんとこれ。YouTube 電話してるもしかして私。クジラッチと3人じゃん。YouTube 電話してる3人で。これ、ズームやってる。テレビ会議。音だけで。電話 ?LINE 電話してる感じグループ電話で、ひたすら私の感想を聞かされてる。贅沢すぎる使い方でくさ。巨人は、もう寝よ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 う。もう寝よう、ごめんごめんごめん。私も寝なきゃ。12時半だ。じゃあ皆さん、急に終わる。急に終わろうとする私。急にはちょっと終わるやつどれだっけあったあったあった。終わるやつが。はい、皆さん。逆に嬉しいわ、クジャッチ。ごめんね。明日あるのに遅くなっちゃった。明日早いでしょ皆さん、すいません、本当に。話題のクラブハウスすぐ消えたでしょまだ消えてないのもう消えそうじゃん、クラブハウス。ありがとうございました。この話はやめとこう。長くなるから。また、クラブハウスの話またしたい人長くなるからやめとこう。のっちゃんも目を覚ました。ありがとうございます。もう終わるね。もう終わるね。また今度ね、クラブハウスの話ね。また今度ね。もう話そうとするときはもうきっと消えてるかもしれないけど。もうその話せずに終わりたいと思います。ね、映画の話で終わりました。楽しかったです。それな。福田さん、それ、竹木さん、はい、お疲れ様。サンキューです。サンキューです。じゃあ本当に終わるね。もう遅くなるからごめんね、みんなね。つい喋っちゃった。じゃあ終わりたいと思います。長く見てくれてありがとうございました。本当にありがとうございました。私楽しくてやっております。ありがとうございました。YouTube の動画も東京に行ってる間頑張ってあげて、ライブできない時は動画を作るっていう風に頑張りたいと思います。本当にありがとうございます。皆さん最後まで見てくれて。じゃあ終わりますね。皆さんもおやすみなさいです。明日から1週間頑張りましょう。私も頑張ります。じゃあね、ありがとうございます。おやすみなさい。終わります。ポチッ。